砲台を歩く。対馬島の日清戦争、日露戦争時の砲台群を歩きます。長崎県の対馬島は韓国釜山からわずか50キロに位置する国境の島であり国防の島。今回は島の中央部にある麻生湾に面する日清日露戦争時に作られた要塞を巡ります。麻生湾の奥に位置する竹敷には海軍の要坑が作られ、そこに攻め入ろうとする敵艦を撃墜するために、麻生湾の西側と万関瀬戸でつながる三浦湾を守る形で数々の砲台が作られました。最初に訪れるのは麻生湾の西の侵入口である大口瀬戸の南側の尾崎に作られた3つの砲台です。これだと全部小口だから、どのくらいこの機械があるのかよくわからない。そうですよね。でも全然乱れてないから、書いてますね。もし明治からいじってなければね。日本の新手書き積みってこれ使わないんですよ。空積みでないんです。これが。で、これ入れてるっていうのはもう完全に軍ですね。明治時代に作られた軍道です。目地がすべてセメントで埋められています。ほぼ正方形に近いけど、これ天地石だから正面のここだけ見えてるの、でこっちの控えっていうのは、ここにまた同じ四角くくるとここ隙間が空くんですよ、だからここに本来は土とかね砂利とか入れて、それで水がこう抜けるようにする天地石はね、だからさっきのは天地石でここに目地が詰まってた、だからここの競ってるところだけ目地を詰めてるかもしれないですね。ここはだから何もない。入ってるとしたら砂とか。3つを立てたと。3箇所の砲台の作りましたということなんですね。なんか崩れてるぞ。門柱みたいなのがありますよ。これ塀なんだ。塀ですね。レンガ一枚積みの塀。それが倒れてるってことですね。
いえ、3.6個式の、こっちは何ですか。A、B、C というてこう、はい、ろ過されていって、こちらにたまる。そういうことですね。で、そこで組み上げる。あ、川や。こっちは大便。あ、本当だ。こっちは小便。本当だ。おトイレだそうでございます。で、ここの特徴はみんな表面の石は剥いでます。剥いでる。剥いでる。おお。これに建築ブロックじゃなくて石があったはずです。全部表面。あったんですか。じゃあいろいろなんか他のに使っちゃったってことですか。ブロックが災害にあった時に、石は剥いで。あ、そうですか。本来は仕上がっていたんですが、後年村が災害にあった時に再利用で使われてしまったそうですね。弾薬庫ですか。すぐ撃てる弾薬を別途して、100発なら100発、それから200発ぐらいで、作りもまっすぐじゃないんです。鍵型に、もし相手の弾が撃ってきて、その場にバーンと来た時に直接当たらないように、ほとんどその作り方。なるほどですね。多分 L 型が多いですね。で、中はしっくりで。で、このアーチ型です。西洋の。向こうの技術ですので。この形になってるってことなんですか。この表面に見えてるこの。この形ですね。はい。ここは RC でできてるってことなんですかね。いや、そういうわけではないですね。RC だったらアーチする必要ないですよね。そっか、じゃあレンガなのか。これ加工内山っていうところで取れたやつを使っておる。加工が取れるんだ。それは何に使うんですか。ちゃんと積み方が追い回しになってる。あるとことないとこと。海地がこうでしょ。でまた石がこうやってこうなってでまた行ってこうなって。いろりの炉縁と一緒ですよ。そっかそっか。階段式のやつを。こっから登ってくるのですかね。なんか背中があったね。木がそこはまってますもんね。角のところね。一応宝章に二宝座。二宝座。ところが西まで一気のやつは1に1。そこ蓋がついたとこあるけれど、あそこに講談を置いたんです。講談行ったんですよね。もう早くやるためには。そうですよね。そこの中に100発の100発置いとって、でもういざ有事の場合はこっちに出して、だから補助っていう言葉。じゃああれ鉄皮なんですかね。もともとは鉄。でしょうね。ね、扉の跡ありますもんね。これは何ですか。塹壕ですよ。塹壕。これもね、明治の時じゃなくて、先の大戦の時で、ここに一個大体ぐらい入ります。隠れてくる。その時に防御体制。観測所です。観測所。すげえ。いや、これコンクリートですね。レンガじゃない。レンガじゃないです。ここは。コンクリートででもこんなことやるかな。明治。基礎にはね使うんですよ。構造体にこうやって使うってなかなかないんですよ。なんかあれでは運び地レンガの、そっちが高いっていうようなこと。レンガよりこっちの方がいいって。でも無菌で持つかな。そうですよね。これ硬くなってる。そうですよね。そうですよね。
クリートがこの厚みで打ってやるってことですか。ここにコンクリートの厚みがわかりますよ。これ落っこちてる。これすごいですよ。もうここのやつが。これ宝飾弾薬ですよ。これはこれドーンと落っこちてる。これ無金だからあれだ。割れたんだ。5尺。15。1.5 メートルだ。1.5メートル。記念碑のところまで戻り、次は多幸崎砲台を目指します。落ちたら大変だ。某6。はい。ああ。鉾崎。はい。あの山になります。あれですね。はい。まだ歩けないから。はい。あそこに行くわけですね。はい。よいしょ。鉾崎の砲台跡。ちゃんと門があるんだ。ねえ、門柱あるんですね。金物が残ってます。トイレです。トイレ。はい。ここの綺麗ですよ。ああ、トイレだ。結局無菌だからこうアーチにしなきゃダメなんですね。ひび割れがね、2本入って、はい。それでこう崩れかけてたから。砲台宿っていうのは海から見つからないように掘り込んで作ってますからね。ずーっとこう丘になっていて、こう掘り込んでまっすぐ東西南北じゃないですね。じゃないです。売れてますね。土管が埋まってるんですね、これね。あ、向こうが見える。おーい。あ、すごい聞こえる。なんかね、すぐ目の前で喋ってるんですよ。今こちらから声を出すと向こうに聞こえると。あ、これもすごいな。これは三次局面じゃないですか。これね、やっぱね、ちょっと手が違いますよ。健康に作るっていうのが、ね、本来のあれ。これ遊んでますよ。本当遊び心。あ、あるある。これアンカボイ。あ、ありますね。
ちゃんとトイの落ちる場所に行ってあ、本当だ。あれが便所かなんか。監視でしょ。再び記念碑まで戻り、このエリア最後の貸岳砲台を目指します。片方しかないね、これ。内側は壁が壊れてる。こうですね。そうですね。違うのどこ。この建物は何ですか？あ、これも大薬庫なんですか？ああ、綺麗だな。すごい湿気。ね、上コンクリートでこの間仕切りだけレンガです。ですよね。レンガって感じですよね。鉄サビがこういうドロドロ出てきてるから。これどっか鉄がいますね。強烈なすごいですね。鉄がありますね。ここの石も剥がされてます。全部剥がされてる。こっちも。4つありますね。よいしょ。これは立派なトイレですよ、これ。トイレはレンガなんですね。うん。井戸だ。また3層式ですか。これ丸く作るの大変ですよ。これ綺麗ですね。ね、これ綺麗本当。別に貼ってないもんね。別に六角井戸でいいですよね、普通にね。綺麗だわ。この作りもですね、雨水がこう自然と流れ込むように作ってあるところなんです。尾崎地区を後にし、次は麻生湾の北側にある第一期日清戦争前に作られた大石浦砲台に登ります。これはあと右側に見えるのが、はい。ちょうど昨日の尾崎から北に見たところ、うん。この大口開いた反対側ですね。古いんでしょうね、一番。はい、もうコンクリートじゃないですよね、全然ね。屋根がついてたのかな、なんかなんかこね、ついてた跡がありますね。あるからですね。屋根がついてた、ね、そうですよね。高速弾薬庫、排気筒、排気口か。屋根部分。
全然石の積み方が違いますね。石積みだ。お、第2号。目地はどうですかこれ。硬いですね。硬いですか。セメントバッチシです。セメントバッチシですか。建具は回転窓。暗くて映ってないですが、石のアーチ。天井は石のアーチです。第3号。縦スリットは何でしょうか。わかりますか。はい。これはもう排気。排気ですか。排気です。ああ。それから湿気を取る。いや、湿気を取るやつを使用してますけども。そうですか。主に排気ですよね。あ、これでも壁の中ですね。上と横。うん。あ、横になってんだ。水が入んないよね、この。映んない。あ、スリット、あ、ここで開いてんだ。全然映んないよ。あ、本当だ。多分だけど浄化剤であ、そっか、中入れて。はいはい。じゃあそれを定期的にこう出して出して洗って、なるほど。水道と一緒ですね。そうですね。古い。道山付属に行った時に横に小んでありますけど、なるほどね。宝座の中に溜まった水を排水してると。船着き場と砲台の間にある群道。そこにちょうど石切り場がありました。ここで石を調達できるっていうのは合理的ですよね。で、ここにね、端材がいっぱい捨ててあります。ここにもありますね。水が入ってないよ。お、深い、深いね。なんか動物の骨なんだ。あ、本当だ。落っこっちゃったんだ、ここに。鹿の子かな、頭を。かわいそうに。これが第1号ですね。この砲台の公約書。お、なんか書いてあるぞ。時矢連作所さん。だから第1期の4箇所、はい。全部この人が責任者なんですね。ああ。竣工21年。起工が20年9月。1年か。竣工。時代さんですか。公約書が4箇所、この人一人です。全部、第1期ですね。前編の最後は、三浦湾を守る砲台です。まずは、1901年に竣工した折瀬花砲台。ここは海岸近くにあります。全部対馬です。で、この入り江を三浦湾。
折瀬花砲台。いやー、ジャングル探検だぞ。ジャングルクルーズ。ショートカットしてるんでしょうね、これね。ああ、土手があるってことか、土手じゃないか。石垣もよう積んでる。これだいぶこれ取り合うと思うけど。ここにね、橋があります。で溝がずーっと掘ってある。井戸からこっち側に傾斜があったと。ああ、この平らなところですね。はい、これは砲台の方です。ここにも門が建てやなかろうと。門。こんなとこに門がある。こっち側にこう小さなと、あれドア止めじゃないですか。あ、本当だ。ね、多分これにあったんやな。あった。ありました。おお。こんなとこに。よいしょ。おあ、ここはコンクリートだ、また。すごいすごいとこだ。半分がのうなってしまったんです。ああ、こっちこの形でずっとあったのがこれ崩れちゃってるんだ。返し投げでこう打ち寄せる。でこれもまだ少なかったんです。認定でグリーッとあったやつがもうこっちから全部今のボールだって同じや韓国製品です。ヤシの実だ。これ左側の水路。ああ、これが左側ね。右のとこから右左に分けて。弾薬庫に水が回らないように水路を作ってるってことですよね。ああ、こんななってんだ。この藍色のこのね、底辺部に作っとるっていうのがよくこういうの作りやすかったんや。よく計画できるな。この部分ですね。そこの基壇がこう、こっちの基壇が。あ、本当だ。ここは木造かなんかだったわけですよね。木造でしょうね。これなんと。あこれ水抜きか。水抜きか。上から1、2、
3段目と4段目の間。1、2、3、4段目とこっちは5段目の間。なんか堀瀬花砲台のあった海岸端から一気に標高172メートルの姫神山山頂に登ります。姫神山砲台。この建物は何でしたっけ？生息遠平宮。読めない字ですから。読めない。覚えつかない今聞いても。遠平は読めない。まっすぐなんだけど、上の荷重がね、下に行かない。明らかにアーチになってますよね。多いですね。なんだろう。これなんか水がこう来てるんですかね。なんか仕掛けがありますでしたね。ちょうど穴が広がってます。ここ平らですよ。平らですね。なんか板みたいなの。そう。なんかね、なんか空撃が下にあるみたいな。なんかやばさ。どう踏み抜かないですからね。かなり風化してますよ。目地だけが残ってる。もうなんかいい感じじゃないですか、ここ。城郭のような。この海岸もいいですよ。いいですね。こっちもあるんですよ、なんか。そこにも。聞こえますか？すごい聞こえます。すぐそこにいるみたいです。今どこから聞こえたんですか？そこです。そこにある。あ、これか。
ね。